はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。私定期的に超長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーっていうのをいろいろ測定してみてるんですけども、いやこのバッテリー単体もかなり進化してきてるんですよね。というわけで今回容量がアップしてるのにサイズはコンパクトになって、かつ重量も軽量化、そして多分値段もクラス最安ぐらいじゃないかなっていうようなやつを使ってみたいと思います。でもちろんただ使ってみるだけでは面白くないので、実用量測定してみたり電圧の変化なんかも測定してみたいと思います。で今回測定するバッテリーや測定に使った機器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、気になる方いらっしゃいましたら見てみてください。ただこのバッテリーのデザインすごいどっかで見たことある気がするんですよね。で今回測定してみるバッテリーがこれ LI タイムって読むのかなっていうところのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの 230Ah モデルです。でスペックはと言いますと、容量が 2944W 時、これ 12.8V 換算の時ですね。で定格出力が 2560W で、バッテリーの種類はリン酸鉄リチウムイオンバッテリーで、重放電サイクルが4000回以上、サイズは 483×170×240 で、重量は約 20.5kg っていう風になってます。やっぱり手につくのはリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載した重放電サイクル4000回以上の超長寿命。ただこいつよく見ると何%使って重放電したかによって寿命が変わるようになっていて、100% 重放電した場合は4000サイクルで、 80% 重放電した場合は6000サイクルで、 60% までしか重放電しなかった場合はなんと15000サイクル持つんですね。使い方次第ではほぼ一生使えるんじゃないかっていうような数値ですね。でこいつどっかで見たことあるなと思ったら、以前測定してみたアンペアタイムっていうところと全く同じデザインなんですね。いやー名前といいアグレッシブなパチモン出してくるメーカーがあるもんだなと思ってみたら、実はアンペアタイムが名前を変えただけなんですね。で急にメーカーが名前変えるとなんか不祥事を起こしてイメージを変えるために名前を変えるみたいなイメージありますけど、なんで変えたのか問い合わせてみると、ワンチームとして新たな誕生への思いを込めてうんぬんっていうことでしたので、いい方向で名前を変えてるみたいです。でもちろんアンペアタイムの時に買った製品の保証期間もそのまま継続されるので安心して使ってくださいっていうことでした。で中身出すとこんな感じですね。まず入っていたのがネジ、 M8 のネジが2本と安全キャップがついてます。それからこれはパンフレットや保証書や初心者向け操作ガイド一式。なんか随分ポップな感じですね。それからこれはステッカー、そして最後に入っていたのが取扱説明書で、これ全て中日本語&フルカラーで書かれてるのでめちゃくちゃ分かりやすいですね。でもしかしたら取説全ページ気になる方いらっしゃるかもしれないので、ゆっくりはぐっていきます。で興味のない方はですね30秒ぐらい早送りしてください。
では前のモデルと何が進化したのか見ていきたいと思います。左側が以前紹介した 200Ah モデルで、右側が今回測定する 230A モデルですね。でまず容量が全然増えてますね。前のやつが 2560W 時に対して今回のものは 2944W 時っていう風になってます。で驚くことにですね、重量なんですけども、前回のものが 21kg に対して今回のは 20.5kg ということで、容量は増えてるんですけど重さは軽くなってるんですね。それからサイズなんですけども、高さがですね若干新しい方が高くなってるんですけど、縦と横はサイズがちっちゃくなってるんですね。で体積を計算してみると、前のモデルは 23,676 立方センチメートルに対して新しい方はですね 19,706 立方センチメートルということで、約 17% サイズがコンパクト化してるんですね。で次重量なんですけども、容量違うので単純比較できなかったので 100W 時あたりの重量っていうのを計算してます。そうすると前のモデルは 0.9kg っていうのに対して今回のものは 0.7kg っていう風になっているので、これ約 23% 軽量化したってことになってるんですね。それから価格で、こちらもですね 100W 時あたりの価格に直すと、前のモデルが3594円に対して今回のものは3397円となってますので、こちらも約 5% の低価格化が実現してるんですね。でまとめると、容量は増えているのにサイズと重量と価格は下がっているということで、バッテリー単体もかなり進化してますね。じゃあ早速本体見てみますかね。でまずは正面からなんですけども、特に何もないですけど、ロゴと仕様が分かりやすくでっかく書いてますね。で側面見てみると、これを持ち手があるだけで特に何もないですね。で背面を見てみると、こちらもですねいろいろ書いているだけで特に何もないです。そして逆サイドの側面も特に何もなくって、で上側見てみると先ほどの持ち手がついてます。でこんな風に両側持って、持つことできますね。でこれロープで固定されているタイプなので、使わない時はコンパクトになります。でここにプラスとマイナスの端子があって、このキャップを取り外して使います。では届いた時の電圧は何ボルトかと言いますと、約13ボルトということで、そこそこ入った状態で届きましたね。じゃあ次はですね、早速インバーターつないでポータブル電源化して 100V の製品使ってみたいと思います。でつなぐインバーターはこれ、2万円くらいで売っていた 2000W まで出力できる制限波インバーターですね。ではこいつを出して接続していきます。でも付属の線をつなぐだけなんですけど、こんな風にカバーがついてるので、これパチッと外してここにケーブルをねじ止めします。あとはマイナスをつなぐだけなんですけど、これ経験上絶対バチッてなります。ただこのバチッとなるの防ぐ方法があります。使うのはこのセメント抵抗ですね。本当は1個でいいんですけど10個セットしか売ってなかったので、この中から1個取り出して使います。では片側を配線につけてそのまま触りますと、全然火花出ないですね。で見た目じゃ全然わかんないですけど、今これ抵抗の中を通って電気がゆっくり流れてる感じです。で手で触ってみるとあったかくなってるので、ここで電気が使われてる感じですね。もう大丈夫なはずなので、そのままマイナス端子をつけてみますと、
はい、全然バチッともならないですね。ではこのままマイナス端子も装着します。ちなみに今回使ったセメント抵抗は 5W4 オームっていうやつになります。はい、というわけでマイナスもネジを締め終わったらこれで完成ですね。でこのままだとフラフラするので簡単に固定しておきたいと思います。使うのはこれクロコダイルグリップっていう両面テープですね。これ剥がそうと思えば剥がせるんですけども結構強力にくっつけることできます。はい、これで持ち運ぶ時に少し便利になりましたかね。はい、では電源入れてみますと、はい、上に電圧が表示されるんですけども DC と AC が交互に表示されます。 DC の方が 12.9V、 AC の方が約 110V っていう風になってます。というわけでもう電気流れてるようですのでこれでポータブル電源化完了です。ではこのバッテリーがスペック通りの出力が出せるか試してみたいと思います。まずつないでみるのが家庭用カーボンヒーターで、こいつかなり電力使うんですけども、はい、接続しまして電源をオンにしてマックス状態で運転します。ではこの時の消費電力はと言いますと約 974W で AC 電圧は 108V、 DC 電圧は 12.7V って感じですね。で次に使ってみるのがこれ超小型セラミックファンヒーター。これちっちゃい割に結構電力食うんですよね。ではこいつを接続して中で運転します。はい、風が出てきましたね。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい約 1580W で AC 電圧は 107V、 DC 電圧は 12.1V になってますね。で次につがいてみるのがこのカーボンヒーターで、これかなり省電力なモデルなんですけども 200W400W 切り替えて使うことできます。ではこれを 200W にセットしてこの時の消費電力はと言いますと、はい約 1760W で AC 電圧は 105V、 DC は 11.9V っていう風になってます。もうちょいいけるというわけで 400W 駆動にしてみますとこの時のトータル消費電力はと言いますと、はい約 1980W で AC 電圧は 105V、 DC 電圧は 11.7V ってなってますね。今トータルで約 2000W を使えています。というわけで家庭用カーボンヒーターマックス運転と超小型セラミックファンヒーターの中運転、それからコンパクトなカーボンヒーター 400W 駆動、これらめちゃくちゃ電気を使う暖房家電が今このバッテリーとインバーターで全て同時に動いてる感じですね。でバッテリー的にはあと 500W くらいいけるんですけど手持ちのインバーターが 2000W マックスなのでここら辺が潮時です。ただここまで一気に使うとやっぱり若干電圧がドロップしてきますね。はい、では次はこいつが実際どれだけ電力使うことができるのか実用量測定してみたいと思います。で使うのはこれ電力量計です。でこいつ本体にバッテリーマネジメントシステムが搭載されていて電圧が低くなると自動で供給を停止する機能がついてますので直接線を接続します。電力を消費する機器は何かと言いますとポータブル冷蔵庫です。では配線を接続してはいちゃんと問題なく動いてるみたいですね。で今の測定状態はと言いますとはい 13V くらいで約 38W くらい消費してますかね。それでは時間を置いて見ていきましょう。ちょっと消費電力少なすぎてなかなか終わらそうなのでちょっと電気使う機器を追加したいと思います。で使うのはこれ強力な扇風機ですね。これで冷蔵庫の中の冷気を追い出すことでさらに冷蔵庫の消費電力もアップさせたいと思います。では電源を入れて風量を調整するとこいつ結構うるさいな。
扇風機を追加すると消費電力が 40W くらいに上がりましたね。これ冷蔵庫が本調子になるともう少し上がるはずです。ただなんか電圧がちょっと低いな。はい、結構時間経ったんですけども、扇風機と冷蔵庫が消えて電力量計も消えてますね。でもちろん電圧もほぼゼロになってるので電力供給切れてるって感じですね。では最終的に何ワット時使えたのかと言いますと、はい、3076ワット時使えたってことになってます。あれ、スペックの2944ワット時より多いじゃんと思った方いらっしゃるかと思いますけれども、バッテリーは放電レートや BMS の性能、気温なんかによっても変わってきますので、スペックを上回るっていうことは十分考えられるんですね。はい、では実際のスペックの何%使えたのかと言いますと、はい、約 104% 使えたってことになってます。大容量ですけどもスペックより全然多く使えるっていうことが分かりましたね。ちなみに電圧の変化と消費電力量をグラフにするとこんな感じで、青い線が電圧の変化で左側のメモリを見ます。これを見ると使い始めてから使い終わるちょっと手前までずっと 12V 以上維持できてるってことは分かりますね。さすがリン酸鉄優秀です。はい、次は充電するんですけど使うのはこれ、名前が変わる前の同じメーカーのリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器 20A モデルです。で、使い方は簡単。割り口クリップをプラスとマイナスに接続してコンセントに接続すれば、はい、これで充電開始ですね。で、次はマイナス端子なんですけども、届かない。大容量で端子が離れてるモデルはなかなか厳しいですね。というわけで配線で延長します。ではコンセントを接続して、はい、これで充電が始まりましたかね。で、今の消費電力はと言いますとだいたい 280W くらいですかね。じゃあこのまま時間を置いて見ていきましょう。はい、充電完了してるみたいですね。では充電にかかった時間はと言いますと約12時間18分。20A 充電なのでこんなもんですかね。ちなみに充電にかかった電力量は 3.64kW 時でした。あれ、充電完了してるはずなんですけど赤と緑の LED がなんか交互に点灯してる感じですね。なんだろうこれ。はいはい、これどうやら先ほど放電時にもあったようにバッテリーマネジメントシステムが出力電圧をちょっと調整してるらしいんですね。その関係でついたり消えたりするみたいですけども異常な動作ではないので安心してくださいとのことでした。で、先ほど充電完了するまでに12時間近くかかったんですけども、もうちょっと早く充電できないかなということで使ってみるのがこれ、同じメーカーのリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器、これの高速タイプ 40A 充電のやつですね。では中身出してみましょう。はい、中身出すとこんな感じですね。まず入っていたのが AC のケーブル、それからバッテリーを接続するためのケーブル。さすがに 40A 流すってなると
割り口クリップじゃなくてちゃんとネジ止めするタイプになってますね。それから取扱説明書、もちろん中身すべて日本語で書かれてますので、これ迷うことなく使えるかと思います。じゃあ何はともあれ使ってみますかね。まずは本体に配線を接続します。それでは電力量計を間に挟んでコンセントをセットしますと、あれ動かないなあ。そうだ、これ 20A モデルと違って本体の方に主電源がついてます。というわけで後ろのスイッチをオンにしますと、はい、表示がついて電力が流れ始めましたね。はいはい、だいたい 540W くらいで安定しましたかね。やっぱり 40A モデルだけあって 20A モデルの倍ぐらいの電力が流れてます。でこいつ 20A モデルとは違って表示がついてます。で今一番上のランプがついてバッテリーの電圧が表示されてます。そして次は真ん中のランプがついて充電の電流、そして一番下の LED はバッテリーに充電されている容量ってなってますね。やっぱり表示があると充電状態分かりやすくていいですね。それではこのまま時間を置いて見ていきましょう。はい、というわけで下の緑の LED が点灯して充電完了ってことになってますね。では充電にかかった時間はと言いますと、はい6時間ジャストというわけで 20A モデルと比べてちゃんと半分の時間になってますね。そして充電にかかった電力量ははい 3.72kW 時。20A モデルに比べて 100W くらい多く消費してる感じですかね。はい、というわけでいろいろ見てきたんですけども、実用量ちゃんと想像以上入ってます。で動作もちゃんとバッテリーマネジメントシステムの低電圧保護で出力もカットされてますし、約 2000W での使用も特に問題なしで、充電もしっかりできることを確認できましたので、スペック通りの実力をちゃんと持ってますね。あとは何といっても容量がアップしているのにサイズは小さくなって軽くもなってる。そして値段もほぼ最安ですので全体的にもめちゃくちゃ進歩してますね。でこいつこれまでの他のモデルと同様で4直列4並列までできるらしく、この組み合わせだと最大 47.1kW 時の容量になるので、これ家1軒丸ごと賄えるくらいの容量になりますね。というわけでとにかく安く簡単に防災用のポータブル電源を作りたい人、そして家丸ごとオフグリッド化してみたい人、キャンピングカーとかでサブバッテリーシステムを組みたいっていう人にはおすすめかもしれないです。で価格情報やお得なキャンペーン情報がありましたら下の概要欄でお知らせしたいと思いますので、ちょくちょく覗いてみてください。はい、これからもですねこの続きとか他にもいろいろ面白いもの作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、よかったら覗いてみてください。それではこっちチャンネル GT ワークでした。